現代の僕たちの周りには動画が溢れています。YouTube、Instagram、TikTok の他にもテレビ、映画、ドラマも全て映像です。しかし当然ながらこれらの映像は昔からあったわけではないです。例えばインドネシアのジャワ島やバリ島におけるワヤンクリという影絵芝居は人形に光を当てて影を使って演技をするというもので映像の走りとも言えますが、明確に映像が歴史上に現れるのはかなり最近です。そして映像というものは歴史に登場して以来、歴史に大きな影響を与え続けてきています。現代史は映像抜きには語れません。どのようにして映像が生まれ、どのように歴史に影響を与えてきたのか、一緒に見ていきましょう。この動画は株式会社ワンダーシェアソフトウェア様に協賛いただいて作成しています。特にこの動画ではユニコンバーターという万能ツールを使っています。このユニコンバーターは動画や画像の画質を変換したり、ボイスチェンジしたり、AI 機能で原稿やサムネイルや字幕翻訳をサクッと作成したり、画面録画したり、写真の背景を削除したり、音声を文字起こししたりとありがたすぎる様々な機能を備えています。この動画では無数にある機能のうち画像動画の高画質化の機能と画像のカラー化の機能を実際に利用しつつ映像の歴史を解説していきます。実際に機能を使っている時にはこのロゴマークを表示するので見つけてみてください。ぜひ動画を作っている人に限らずあなたの普段の仕事を助けてくれるはずです。無料版を使ってみてください。太古の昔、人類は文字や絵画によって情報を記録してきました。しかしやがて時間の流れとともに移り変わる様子までを伝えたいという欲求が生まれます。これが静止した絵ではなく、連続的に変化する動く映像を求める原初の動機となったのです。点から線への拡張でした。最も原始的な動く画像の例として挙げられるのが、影絵や幻灯機のような技術です。ヨーロッパでは17世紀頃からランタンを用いて絵を投影する幻灯技術が発達していました。ただすごいことに、文献だけで言うと2世紀の中国の文献にすでに幻灯機という言葉が登場しています。幻灯機の仕組みを簡単に説明すると、ガラス板に絵を描いて、そこに光を当ててガラスをスライドさせていくことで画像が投影されるというものです。これらはいずれも絵を変化させたり、複数の絵を切り替えたりすることで人間の目に動いているように見せる、いわば映像の先駆けです。つまりカメラや映画以前から動く映像を見たい、人に見せたいという要望は人類の文化とともに存在していたわけです。本格的な動く映像の研究が飛躍的に進んだのは19世紀末に写真技術が発達してからです。その代表例がエドワード・マイブリッジの実験です。マイブリッジは1870年代に動物や人間の動作を連続写真で捉える研究を行い、複数のカメラを並べて素早く連続撮影することで動く被写体の姿を連続的に捉えようとしました。ここで馬が走っている時に全ての足が地面から離れる瞬間があるかどうかを証明するという有名な実験を行ったわけです。ノープという映画では撮影したマイブリッジではなく馬に乗っている黒人の騎手の子孫と思われる人が主人公です。結構面白いんで見てみてください。こうして得られた連続写真を円盤状の装置や投影機などに組み込むことで人間の目に動いているように見せる試みに成功しました。これは後の映画につながる重要なきっかけとなります。マイブリッジの一連の実験は単に馬の動きを分析するだけでなく、物体が動く連続的な写真を記録して並べて再生するという映像メディアの原点を明確に示しました。後の研究者たちはこの連続写真をさらにスムーズな映像にするためにカメラやプロジェクターの開発を進めることになります。19世紀末になるとスチル写真から連続写真を用いた映像へと発展を遂げる流れが加速していきます。エジソンやディクソンによるキネトスコープなど様々な試みがなされました。カリフォルニアのディズニーランドにはミュートスコープという一人映画マシーンが設置してあって、自分でハンドルを回しながら何百枚の写真をパラパラめくることで映像のように見えるという昔の映画体験ができます。
1回1セントなんでぜひやってみてください。で、中でも特に歴史に名を残したのがリュミエール兄弟です。彼らは1895年にシネマトグラフと呼ばれる撮影機兼映写機を発明し、パリで初めて映画を一般公開しました。工場の出口とか列車の到着など日常の光景をスクリーンに映し出すだけでも当時の人々にとっては革命的な体験だったのです。列車の到着という映画は列車が画面の右奥から左手前に向かって走るというだけの今見ればつまらない映画なんですが、当時の人たちはこれを見て体を後ろにのけぞらせたそうです。マジで列車が突っ込んでくるっていう恐怖を感じたんでしょうね。このような初期の映画は記録映画に近いスタイル中心でしたが、同時に人々は観客を楽しませるための演出にも着目し始めました。ジョルジュ・メリエスなんかは映画に物語性や特殊効果を導入して魔法の世界を再現するようなファンタジックな作品を生み出します。彼の月世界旅行とかは有名で、個人的に会長が月の王を持ち上げて地面に叩きつけて爆発させるバキ並みの暴力シーンは面白くて気に入っています。こうした創意工夫によってただ現実を映すだけだった映像が物語を語り、感情を揺さぶり、芸術表現として機能する領域へと拡大していったのです。ここに映画の本格的な歴史が幕を開けました。余談ですが、ハリウッドがアメリカの西海岸にあるのには、エジソンという男の裏の顔が大きく影響しています。19世紀末の映画黎明期に、エジソンは映画関連の特許を取得しまくって、映画の父として名を残し、業界をコントロールしようとしました。結果、エジソンは他の発明家たちに訴訟を繰り返していました。エジソンの拠点は東海岸にあったので、他のプロダクションは西へ逃れたため、ロサンゼルス近郊の現在のハリウッドが映画の都となったのです。エジソンはまさに訴訟王なのです。エジソンのキネトスコープも部下のウィリアム・ディクソンが発明したと言われています。20世紀初頭になるとサイレント映画の時代を迎えます。まだ録音技術が追いついていなかったため、映像と音声を同期させることは容易ではありませんでした。そこで多くの映画館では映写とともに生演奏のピアノやオルガンを流したり、弁士が物語を解説したりしていました。福岡で開催された活動弁士の雰囲気が伝わる映像をお見せしますね。なんということだ。我々はもう戻れない。囚われの身となってしまったまさにマープルホワイトのようにな。こんな感じで観客は視覚と聴覚の両方から物語の世界に浸ることができたわけです。サイレント映画の時代を代表する存在としては、チャールズ・チャップリンとか、バスター・キートンなんかが挙げられます。セリフがない分、表情や動作による演技、そして編集を駆使してストーリーを観客に伝える技法が磨かれました。彼らの作品は言語の壁を越えて世界中の人々を笑わせ、涙させ、そして映像表現の可能性を示したのでした。Oh, thank you so much. This is an emotional moment for me. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. ちなみにバビロンという映画でも描かれていたんですが、音が入らないのでカメラの裏では役者やスタッフがどんちゃん騒ぎだったようです。サイレント映画の全盛期は1920年代後半まで続きましたが、やがて映画にも音声をつける技術が求められるようになりました。Hey, Pluto! Here she comes! 1927年に公開されたジャズシンガーは世界初のトーキー映画として知られ、部分的に音声と映像が同期しているシーンが登場したことで大きな話題を呼びました。技術的にはサウンドトラックをフィルムに焼き付ける方式などが研究開発され、1930年代にはトーキー映画が本格的に普及していきます。音声が加わったことで映画はセリフや歌、サウンドエフェクトを取り入れるようになり、表現の幅が一気に広がりました。一方でサイレント映画で活躍していたスター俳優の中には、声が観客のイメージと合わずに人気を失うケースもあり、映像ビジネスは大きな転換期を迎えました。しかし最終的には映画と音声の一体化は観客にとっても制作者にとっても大きなメリットとなり、物語の種類やリアリティが格段に増し、
映画の地位を不動のものとしたのです。この時点での映像は素人が簡単に作れるなんてものでは当然なく、一部の人間にしか映像を作ることは許されていませんでした。まるで宗教改革が起きるまでは聖書を読めたのは聖職者だけであったように。音声の導入で映画の魅力が高まった1930年代から1960年代にかけては、しばしばハリウッドの黄金期と呼ばれます。MGM やパラマウント、ワーナーブラザーズ、ディズニー社といったメジャースタジオが資金力や巨大な撮影所を整備し、一大娯楽産業としての映画が確立しました。ディズニー社についてはこの動画も見てください。南北戦争あたりの時代を生きるスカーレット・オハラという女性を描いた風と共に去りぬ。新聞王ケーンという男の遺言の謎を紐解くために彼の生涯を見ていくという面白い構成の市民ケーン。新ドイツのペタンによるビシー政権の支配下にあったフランス領モロッコでの男女の恋愛を描いたカサブランカなど、数多くの歴史的名作が誕生し、映画スターの存在は世界中に知れ渡ります。個人的に市民ケーンは結構好きで、長回しの映像がすごいだけじゃなくて、床の穴から撮影するみたいな画期的なローアングルショットとか、背景も手前も全てにピントが合っているというパンフォーカスなど、技術的にすごいだけじゃなくて、秀逸な脚本も半端ないという傑作なんで、ぜひ見てみてください。一方、欧州やアジア各国でも独自の映画文化が育ち、日本やフランスなどは国民的に愛される作品を数多く生み出しました。黒澤明や溝口健二、小津安二郎といった日本の巨匠が海外の映画人に大きな影響を与え、またフランスのヌーベルバーグという運動によって新たな表現手法を提示するなど、国境を越えた創作意欲の交換が進んでいきます。黒澤明の7人の侍は死ぬまでに絶対あなたに見てほしい映画の一つです。あと意外と見ている人少ないんですが、小津安二郎も見てほしいです。おはようと東京物語がおすすめです。映画が世界的に盛り上がる中、家庭の情報伝達手段として新たに普及していったのがテレビです。1920年代後半にはテレビの基礎技術が研究されていましたが、実際に多くの家庭に普及するのは第二次世界大戦後となります。アメリカでは1950年代のモノクロ放送から始まり、1960年代に入ってカラー放送が本格化しました。同じ頃日本をはじめ各国でもテレビ放送が普及し始め、人々は自宅にいながら家族や友人と映像を視聴できるようになります。テレビは映画館に足を運ばなくても、日常的にニュースやドラマ、スポーツ中継など多彩な番組を楽しめるという点で画期的でした。時間と空間の制約を大きく緩和し、全国、そして世界の情報をリアルタイムに映像で伝えることが可能になったのです。その結果、人々のライフスタイルや社会への影響力も大きく変化しました。映画が総合芸術として娯楽の中心にあった一方で、テレビは情報伝達のスピードと家庭への浸透度の高さで短時間かつ高頻度で人々の暮らしに影響を与えるメディアとしての地位を確立していったのです。映画が世界史を動かした事例として興味深いのがナチスのレニー・リーフェンシュタールです。彼女が撮影したベルリンオリンピックの記録映画オリンピアと1934年のナチス党大会の記録映画意志の勝利はナチスによる独裁を正当化したと評価されています。テレビ放送の普及と並行して映像を記録再生する技術も急速に発達しました。1950年代には放送局向けの業務用ビデオテープレコーダーが登場しますが、一般家庭に普及するのは1970年代以降です。VHS 方式やベータ方式などが市場を争い、最終的には VHS がデファクトスタンダードとして広く受け入れられました。家庭用ビデオデッキが普及すると、人々はテレビ放送を録画し、自分の好きな時に番組を視聴できるようになります。また、レンタルビデオ店の盛り上がりにより、映画を手軽に自宅で楽しめるようになりました。さらに、ホームビデオカメラの登場によって、映像を作る側にも大きな変化が訪れます。8mm フィルムや 16mm フィルムの時代に比べて、ビデオカメラは取り扱いが容易になり、誰でも家庭のイベントや子供の成長などを映像として記録し、再生できるようになったのです。これらは映像メディアの民主化を進める一因となり、プロが作る映像だけでなく、個人やアマチュアが気軽に制作・共有する映像文化を育む土壌を作り上げました。
テレビもより普及し、ベトナム戦争のひどい状況が報道されたことで、アメリカ国内で厭戦気分が高まったという有名な話ですよね。このように、かつては一部の人に独占されていた撮影という技術が民主化されました。現代を生きる僕たちは自分の幼少期の映像を見ることができます。それは両親が撮影していてくれたからなんです。これは僕の幼少期ですね。1980年代から1990年代にかけて、コンピューターが急速に普及し始めると、映像のデジタル化も一気に進行します。フィルムやアナログビデオテープに代わってデジタルビデオカメラや DVD といった新しい記録メディアが登場し、高品質な映像を保存・再生することが容易になりました。編集作業もコンピューター上で行えるようになり、カットや音楽の挿入などの作業をデジタルソフトウェアでスピーディーかつ柔軟に処理できるようになります。これにより、小規模なプロダクションや個人レベルでも比較的本格的な映像制作が手の届くところまで来たのです。映画の VFX や CG も目覚ましい発展を遂げました。ルーカスフィルムのスター・ウォーズやディズニーの1982年公開トロンはかなり先進的でしたが、ジュラシック・パークやマトリックスなどデジタル技術を活用した作品が次々に登場し、撮影では再現が難しい世界や特殊効果がスクリーンに描き出されました。こうした革新はアニメーション映画にも波及し、ピクサーが手掛けるフル CG 作品など表現の幅が広がり続けています。コンピューター映像の進化はあらゆる映像コンテンツの制作工程やスタイルを大きく変革し、映像の可能性を無限に押し広げたのです。コンピューターとインターネットの普及は映像の配信という概念にも大きな変革をもたらしました。もともと映画は映画館やテレビ放送という限られた場でしか鑑賞できず、ビデオテープや DVD などの物理メディアがあってこそ家庭での視聴が可能でした。しかしインターネットの広がりによって動画をオンラインで配信・視聴することが当たり前の時代が到来します。特に2000年代半ばに登場した YouTube は誰でも無料で動画をアップロードし、世界中のユーザーに見てもらえる場を提供しました。YouTube、そう、You プラス Tube、あなたのテレビ。YouTube の登場により撮影のみならず、編集、アップロード、そして収益化までもが民主化されたのです。まるで宗教改革でルターが聖書をドイツ語訳したことで、一人一人が聖書を読めるようになった状況のようです。それまで映像メディアは一部のプロや大企業がコントロールする傾向が強かったのですが、ニコニコや YouTube などの動画共有サイトの普及によって個人が持つ発信力が急激に高まります。YouTuber や Vlogger と呼ばれるクリエイターが誕生し、独自のコンテンツを配信して多くの視聴者を獲得するようになりました。また動画配信サービスの Netflix や Amazon プライムビデオといった OTT サービスが勢いを増し、映画、ドラマ、アニメなどをインターネット経由で視聴できる環境が急速に整ったのです。これによって映像はいつでもどこでも好きなものを好きなだけ見ることが可能になり、人々の情報収集や娯楽のスタイルを根本から変えています。そして今や動画は AI が一瞬で生成できる時代も間近であり、映像制作にはカメラのような高級機材すらもはや不要な時代がやってくるのかもしれません。こうした技術的、社会的な発展を振り返ると、映像や動画とは単なる娯楽や芸術にとどまらず、情報伝達手段として非常に強力な力を持っているとわかります。写真や文字では伝えきれない臨場感や身体性、動きを伴った表現を可能にし、人々の感情や意識に直接的に働きかけるからです。映画やテレビのニュース、ドキュメンタリー、さらに個人の SNS での動画投稿まで、映像の持つ説得力は絶大です。また、情報伝達の速度や広がりの面でも映像は大きな利点を備えています。インターネットの環境さえあれば、世界のどこで起きた出来事もスマートフォン一つでリアルタイムに映像として共有できる時代となりました。映像の制作、編集、配信のコストやハードルも下がっています。この動画でユニコンバーターを使って画質を上げたり、カラー化した部分は多岐にわたります。ここや、このシーンや、この部分もすべて白黒だったものが AI の力でカラーに蘇ったものです。画質もこの通り大きく変化しました。非常に便利なので、今後の動画でもカラーの画像や高画質の動画が出た時はユニコンバーターを使っているのかなと思い出してもらえるといいんじゃないかなと思います。
概要欄に無料版を使えるリンクなどを貼っているので、ぜひチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。